整備業界をぶっ壊す整備士重信です。今日はですね、証拠がないものには、なんか信用は集まらないよねっていうものについてね、話したいと思います。これなんで話そうかと思っているかというとですね、6月から、1ヶ月間、6月1日から1ヶ月間ですね、毎年恒例の、不正改造者超過取締月間というものが、始まったわけなんですよね。で、これは何かというと、不正改造車をすることによって、近隣の騒音とか、迷惑がかかったりとか、環境に悪いよねっていう話がね、あるわけで。で、そのために、騒音問題とか、環境悪化へのね、足止めとなるように、こういうものをしていると。なんて言うんだろうな。すごいパッと来ないですよね。これ何かっていうと、やっぱり元で話す通り、証拠がないんですよ。なんか、不正改造者だけの、件数、その苦情件数っていうのと、あと、公共機関による苦情件数っていうものがあると思うんですよ。その交通ってひとまとめにすると、道路交通でひとまとめにすると、バス、定期的に回っているバスもあるし、新幹線や、電車など、いろんな交通機関も含めないとちょっとまずい気がするんですよ。この国土交通省がね、メインでやってるっていうことになると。そうすると、そもそも道路を走っている騒音での苦情が何パーセント、何割、何件。で、そのうち、不正改造者によるものが何件。だから、不正改造者はこのパーセンテージもあるから、取り締まりしないといけないよねっていう、そういうエビデンスがないわけなんですよ。エビデンスって証拠ってわけですよね。証拠とか実績っていうものなんですよ。で、そういうものがないのになぜ不正改造者だけを取り締まっているのかっていう感じなんですよ。不正改造車って言っても結構幅が広くてですね、一般車両、僕らが普段乗っている軽乗車とか乗用車とかもそうなんですけど、プラスですね、トラックなんかも値するんですよ。トラックの荷積み、荷台を、大きく改造しちゃうとか、縦長に少し作り変えて、たくさん積載できるようにすると、過積載っていうものですよね。過積載できるようにするとかね、そういうのも含めて不正改造って言われているんですが、なんか一向に、そこのパーセンテージ出してくれない。警察庁のホームページにも書いてない、国土交通省のホームページにも書いてないし、どこ調べても、そのうちの、例えば騒音だったら、騒音一つのセグメントと見て、騒音の中の何パーセントが不正改造者で占められているから、取り締まりしなくちゃいけないよねっていうんだったらわかる。それだったらわかる。協力する。それだったら全然協力する。しかしですよ、これ出されたからって右習いで協力してしまうと、これもう脳停止状態でそれに従うことになるんで、みんなバカだってことになっちゃうんですよ。そうですよね。だって、中身知らずに、ああ、そうなんだ、じゃあ、超過月間なんかこれやろうなんていうの。もう企業も頭止まってんですよ、これ。企業も。国土交通省が上から出された命令だからやらなくちゃいけないみたいなことになってるんですけど、別にこれ、ただ単に超過月間ってだけですからね。一年通してやってるっちゃやってるって書いてあるんですよ。でもこの6月だけなぜか超過月間っていうふうにやってるんですよ。じゃなくてですよ。年間通してやってんだったらば、年間そうやって、すべての騒音問題に対するうちの何パーセントが道路事業で何パーセントが不正改造車でってやらなくちゃいけないと思うんですよ。みんなそれがないから、もやっとした状態でしか対応できないんですよね。だから別にそれに従う義理がねえやって生まれてくる気持ちも当然あります。もう改造者が全て不正改造と捉えられるような書き方もしてるんで、これはまずいと思うんですよ。だってもう改造者ですよ。一般の方からしたら不正改造と改造の境ってどこですかってなりますよね。音が何デシベル違う。あの車は102デシベルだから車検通るな。いや、あの車104デシベルだから
車検通らないと、あれは不正改造車だって聞き分けられる一般の方います？いないっすよね。僕だって聞き分けられない。さすがに10デシベルぐらいの音だったら、もしかしたらいけるかもしれないけど、一般の方が、その辺、うわーって走ってった車の音に対して、ああ、音が大きい。あれは不正改造車だ。って思っても、車検でちゃんと測ってみると、102デシベルだから、これは、車検適合車ですねってなるわけです。まずそっからの判断ですよね。そういうものをすべて含めて、一般の方は不正改造車イコールカスタムしてある車全部って思っちゃうわけです。となると、分が悪くなるのは、ちゃんと車検適合で作ってあるカスタム車両に乗ってる方々なんですよ。全然優しくない。だって考えてみてください。そういう方々は、アフターパーツを購入して、アフターパーツ業界を潤してるわけなんですよ。純粋に車を購入して税金を納めつつ、たくさんありますよね。車を購入するとき、5つの税金がかかるって言いましたよね。その5つの税金、消費税もちろんかかる、取得税かかる、自動車税、重量税、プラス、自賠責保険。これはちょっと、税金って言えるかどうかわからないんですけど、これはでも強制的に入るんで、税金に近いのかな。なんか強制保険みたいな感じなんですけど、これは、共済保険的な感じなんで、人身的にね、人に払うものなんでね。でもその5つの、税金っぽいものを全て払ってるわけなんですよ。さらに、そのアフターパーツを買って付けることによって、アフターパーツメーカーにもお金が落ちるし、それを取り付けた整備工場にもお金が入るっていう、結構、経済的には循環させている方々だと思うんです。こういうカスタムオーナーっていう方は。で、僕はそこを卑下しちゃいけないと思ってるし、無限にしてもいけない。むしろ称えるべきだと僕は思っております。だって一般ユーザーから一般ユーザーから購入された純正の車で乗り続けるよりもはるかにお金を使ってるわけですからね。経済的循環にもつながるんですよ。この業界的にはですよ。この業界的には、お金のサイクルっていうのが生まれているわけなんで。でも国はそういうところを不正改造だって一括りにまとめようとして、悪者に仕立て上げようとしている。で、こんなんそしたらカスタムしたくなる人がいなくなるわけですから、そんなことで捕まるようになるんだったらば、じゃあもうカスタムやめたらドノーマルに乗ってよってなってしまうんですよ。そしたらもうこの業界、今まで生まれていたそういう利益とかお金のサイクルっていうのが止まってしまうわけですよ。となると、どこが困るか、企業が潰れていきますよね。今までアフターメーカー作っていた企業、最近本当なんか有名どころがポコポコ潰れていっています。そういうところも一社二社じゃないんですよ。有名どころ数十社って潰れていってしまっている。となると、これで困るのは国ですよね。国がもう会社からの税金をもらえなくなる。消費税をもらえなくなってしまう。そうすると、車のパーツが売れなくなるんで、整備工場も売れなくなってきますよね。で、基本的にこの、カスタムをしている方々っていうのは、基本的にですよ。僕が知る限りでは、燃費が悪い車に乗ってるんですよ。燃費が悪い車に乗ってるので、ガソリンスタンドにも貢献してるわけですよ。そうすると、この燃料を扱っている会社、ガソリンスタンド個人でやってるところもたくさんありましたが、そういうところもバタバタ潰れてきましたよね。新車の購入を促すのはいいかもしれませんけども、アフターパーツを使って走っている車は基本的に高燃費車両なんで、高燃費車両がなくなっていくってなると、ガソリンスタンドが減っていくってことなんですよ。となるとですよ、これさらに悪循環が起こってるっていうことには間違いないですよね。というように、国がそういう下手な施策ばっかりやってるから、騒音問題だったら騒音問題でちゃんとやるんであれば、不正改造だって認めようと思っているのであれば、すべての交通網で起こっている騒音問題に対して一から、数字で出さなくちゃいけない。で、そこにおいて、不正改造車が以下何パーセントでありました。で、これやるとしたらば、これをクリアすればこんだけ効果が見込めるよねっていうのをちゃんと数字として現れて、それに対する施策効果、今までこうやって宣伝効果やってます、毎年。
ね、こういう強化月間とか言ってやってる、この税金がいくら使われるのか、その対比、効果が大体これぐらいあると。で、それでマイナスなことをやるっていうと、これはもう、お門違い。だってお金を、税金が、税収が減ってるにもかかわらず、金のかかる行為を、みすみすやり過ごす、みすみすですね。見過ごすわけにはいかないんですよ。こっちの納税側としては。納税者たちはそういうところで声を上げていくべきだと思っております。これもやっぱりエビデンスがない、証拠がないから、不安に思ってしまう。不安っていうか疑心暗鬼ですよね。もう不安しかない。不満しかない。不安が不満に変わっていきます、これが。っていう風になってきますよね。これはあくまで相応に対しては一つ。それと、あと、よく思うのが、社枠に関してなんですよ。はみ出しホイールってよくあるんですよ。はみ出しホイール、ウイングの突き出し、とかですね。なおかつ、鋭利な、突起物があるとか、突起物をわざわざつけてるっていうのは、ちょっとそこは問題かもしれない。これは。うん。ここはちょっと問題ある。そういう、納得できるところもたくさんあります。突起物がない、あってはならないとか、着色フィルムされてはならない。着色フィルムなんとなくわかる。純粋に見づらいから。前三面ね。前三面は着色フィルムはあってはならない。でもあったとしても、ちゃんと可視透過率が70%以上ないといけないとかっていうふうに、規定はありますけども、確かに前3面は、夜間走ったらですよ、そういうの見たことあって、中から見たんですけど、やっぱり、夜間全然見えない。これは安全に、運行するっていう方に確かに、妨げになるから、これはいけないと思います。しかしですよ、それ以外のこと、全部、社枠に関して、全て昔から引きずってきた、検査項目、もしくは違反項目って言われるものですね。っていう基準が厳しすぎて、どうしようもできないってことも中にはあると思うんですよ。だって、社枠からはめてはいけないって昔から言ってた割にですよ。ヨーロッパの基準では、タイヤが1センチはみ出している部分、ホイールは内側に入っているが、タイヤが1センチまでだったらば、はみ出しても OK ですっていう風に、なってるんですよね、今はね、現状。そう、おかしくないかって思うんですよ。回転体がダメだって言ってるのに、タイヤ1センチはみ出していいんだ。じゃあホイールは何？回転体じゃないのって思いますよね。それいいですよ。車が、構造上ですよ、構造上。車が、タイヤがですね、はみ出していたとしても、まず先に人が当たるってことは、もうボディに当たってんじゃねえかっていうことなんですよ。ミラーに当たってんじゃねえかってことなんですよ。そうですよね。走行中一番最外速に来てるところって多分ミラーなんですよ。ミラーもしくはボディなんですけど、だとしたらですよ、人が引かれたって言った時に、いや、もうタイヤに引かれちゃって、いや、ホイールに引っかかって転んで怪我したんだよねっていう案件がいくつあるんですかって話。そういう事故案件いくつあるんですか？全体の事故に対してタイヤだけにタイヤやホイールはみ出していたためにそこで引っかかって怪我をしたっていう案件が何件あるんですか？そんなの一言も書いてない。どこにも書いていない。事故率っていうのは、衝突事故とかそういう区分はどうでもいいんだと。車検に対してそういうところで、はみたいダメですよ。でもタイヤだったら1センチまではみ出ててもいいですよっていうのは構いませんが、それを不正改造と捉えるのはどうだろう。てか、基準がバカ。もう考えてない。もうはみ出したらアウトにしちゃっている方が悪い。もうそれは。だって理にかなっていないから。だってそんなにどうしようもないことに考慮されて考える時間とか、ね、制定される方も、さぞかしね、お勉強なさってきたと思うんですけども、実際車乗ってる方なんでしょうかね、それは。まずは、そういうところですよ。原本から考えなくちゃいけない。原因から考えなくちゃいけない。事故率、すべての事故率のおいて、これが何パーセント、これが何パーセント、これが何点アップ、これが何パーセント。じゃあその中でタイヤだけに引っかかって怪我した人何パーセント、じゃあこのパーセンテージ減らさなくちゃいけないので、これは目に見張って大きいよね。でも、タイヤだけに引っかかって怪我をしたっていう人、多分、
何人いますか？この1億人と言われるこの社会の中で何人いますかっていうレベルだと思うんですよ。だって、法は全ての人を守らなくちゃいけないみたいななんか大義名分抱えてますけど、実際それで全ての人を守りきれないんですよ。でも守ってあげようとするのが法だとは分かっていますが、しかしですよ。だと分かっていますが、法も法で、法を作る方もバカではない。もう全然効果費用ないよ。これ対効果の中費用は全然ないよね。これやったとしても全然何も変わらないよねって言った場合、それ作る意味あるってなんですよ。むしろ寛大な措置を取った方が絶対に決まってる。今のところはですけども、そうやって、災害速、車両の災害速から収まっていなくちゃいけない。フェンダーから、フロント側30度、リア50度内に収まっていなくちゃいけないっていうふうに言っていますが、もうそこももう最近怪しくなってきたって感じですよね。なんで、まずそこからですよ。考えてもらいたい。全体の事故率、何度も言います。大切なことは何度も言います。全体の事故率のうちで、はみ台による事故は何パーセントあるんだ。だからこれだけ抑えられるからやったら効果絶大だよね。だから不正街道強化取り締まりやりますみたいなのだったらわかる。数字が一つも書いてないからやらない。てか、やる意味がないと思っている。これはウィングもよる、ウィング。でもワンチャンウィングの方が、可能性はあるかなとは思うけど、ウィングに引っかかって、怪我をしたっていう件数何件ある？ウィングが飛び出していって、ウィングによって怪我してしまったっていう事故何件あるよ。聞いたことない。ウィングだけに引っかかって怪我しちゃったんだよねとか言う人。タイヤだけに引っかかってとか。聞いたことがないんですよ。もうなんだろう、もうあるとしたらもうそれワイルドスピードの世界だよ、もう。ギリギリもうウィングに飛び、ね、ジャンプして捕まってウィングによって助けられたっていうのは、一理あるかもしれない。むしろなんか相手を攻撃するのにウィングでボタンカチッて押して、なんかバーンってやるのは。もうそうやったらわかる。でもウィングによる事故何件よ。トータルの何件で、毎回言ってるけども、そう、あと排気音っていうのは、マフラーっていうのは、一つの問題じゃない。騒音と環境問題にわたって作られている。マフラーの音量はでかいのと、排ガスが出ているのっていうのは、全く別の問題で。だからって言ってマフラー一つ取り締まるっていうのはおかしいことだと思うんですよ。排気ガスがめちゃくちゃ出ている古い車だってあるし、旧型車ね。旧型車ですよ。平成10年車以前とかのね、COHC の濃度が甘いですよね。で、現行のやつはマフラー変わったとしても、排気濃度は少ないが、音量は少しでかい。でも音量でかいって言っても、古い基準の103デシベル以下にはなってる。96デシベルにはなってる。でもマフラー交換することによって100デシベルまで出たと言っても旧検査項目の範囲内で行けば103デシベル以下だからもう全然大丈夫っていうか、両方とも道路走ったって一般の方には同じ音にしか聞こえない。もう総じて多分うるさいっていう反応にまとまってしまうし、排気ガス、地球環境側から見たら別にその古い基準だろうが新しい基準だろうが大気を汚染してるにはもう間違いないんだと。であればもう電気自動車で全部なってくれっていう方がまあ当たり前の会見だと思うんですよ。当たり前の見解だと思うんですよ。っていうように、今毎年ですが、この6月の不正解除の取締月間に対してですね、僕はですね、あんまり前向きではないよと。協力はするところもある。もちろん。もう、なんかもう、あからさまに、あからさまですよ。マッドマックスみたいな、なんかもう、車、破壊させようとしているような車が来たら、そりゃお断りしますよ。不正街道だもん。誰が見ても不正街道というか、あの、他の一般の方々を傷つけるような車であってはならないと僕は思います。ただですよ、もう一つあった。車高が低い車ってよくありますよね。車高が低い車も昔はバンバン走ってましたよ。今逆になんか、少ない気がします、車高が低い車。若者がなんかやっぱそうやって車に対する熱量っていうのが下がってきたせいか、なんか土砂コタンの車って見なくなってきたんですよね。もうこれは時代だなと思う。なんかこれは国がどうこうしたからじゃなくて、トレンドが変わったから。
若者が違うものに興味を持ち始めたから。ゲームの課金の方がよっぽど楽しいんですよ、若者は。土砂ボタンなんてもう興味がなくて。そうやって今 SNS とかで友達と絡んだりとか、オンラインゲームとかで友達と一緒にプレイしたりしてる方が楽しいから、車に興味がなくなってきてるの。だから、土砂ボタンを取り締まろうが何しようが、土砂ボタン好きな人は好きなの。そこは変わらない。が、しかしですよ、大多数はですよ、大多数の方々は、今そこのトレンドが車から違うものに変わってきてるよっていう話をしてるんですよ。だとしたらもう取り締まるっていう行為は何なのって言ったら、もうこれ俗に言われている、公務員の金稼ぎって言われてるんですよね。取り締まりにすることって車両不整備者捕まえて、その反則金や違反金などをお支払いいただくと。もうこれはもう、これがボーナスになるからみたいな話になっていくんですけども、もうそういうしか見えなくなってきてるんですよ。であるともうやっぱり元から考えなくちゃいけない。根本から考えないと、変わっていかないと思う。もう土砂コタンも、土砂コタン禁止じゃなくて、規制をもう緩めた方が圧倒的にいいわけなんですよ。だってその方が全体的に経済を潤うから。そしたら支払いも滞っていた会社も下手したらそれで支払いができるようになって、豊かになっていく。これですよ。ほんで、車庫端車両が走ることによって迷惑じゃないのって思うじゃないですか。いや、迷惑って言ったらですよ。車庫端の車走っていて何が迷惑って言ったら多分、速度が出ていないことじゃないですか、逆に。だって、うわ、車庫端車走ってる。あの車危ないって、もうそれは勝手に国が植え付けたイメージですからね。給料3ヶ月分の婚約指輪と一緒ですよ、そんなの。コカ・コーラと一緒。あと、ケンタッキーフライドチキンがクリスマスシーズンになったら食べましょうみたいな、ああいう企業戦略と同じなんですよ。それにうまくはまっている気がします。だって土砂コタンとおじいちゃんおばあちゃん、高齢者が運転する車の速度って多分変わらないどころか、土砂コタン車の方が多少は速度が出ているし、幹線道路的には事情はいいはずです。何も悪いことはしていない。ただ、悪いじゃ土砂コタン車ではなくて、乗っている車の人のモラルでしょ。そっちが問題だと思うんですよ、僕は。土砂コタン車で、なんか、マフラーボーボー言わせてはみたいで、そこら辺はまあ大体セットだと思うんですけど、だからといってオーナーが悪い人だとは限らないじゃないですか。めちゃくちゃいい人だって言います。ちゃんとカスタムしている人の中には本当にいい人たくさんいる。ちゃんと交通的に、いいイメージを与えようと思って走っている方もいらっしゃるわけですよ。そうやって意識して。逆に一般の車、ドノーマルの車乗ってる方の運転の荒いこと、ウインカーレスで車線割り込んでくる方います？ドノーマルですよ、大体そうやってやってくる方。いますかね？なんかオラオラで走っている改造車もいますが、それは土砂コタンにして、改造車、クソカスタムされている車乗ってる方のモラルが悪いからによってそういうことが起こってるんです。であればですよ、ドノーマルの車に乗っている方のモラルも悪ければ、ドノーマルクソ悪いな、じゃあそれも対象にしてくれよって思うじゃないですか。じゃあなんでそこが対象ではないか。もうこれモラルじゃないですか。モラルっていうイメージじゃないですか。モラルによって、こういう、錯覚が起こっているにもかかわらず、国はそれを直そうとせずに、不正改造車バンバン叩いていくっていう、この姿勢が気に食わない。なんなら数字にもなってないから、ドノーマル車でそういう割り込みだとか、速度違反だとか、やってる車がいるにもかかわらず、それをパーセンテージ表さないっていうことはどういうことですかっていうことは、もうこれも疑心暗鬼。さあ、どんどん詰められてきました。国土交通省、どんどん詰められてきたと思っております。これをちゃんと答えられる方いるんですか？このパーセンテージ、いや、ちゃんと出せますよ、これ。じゃあなんでそれを公表していなかったんですかって話になるんですよね。いや、出すの遅かったからです。いや、まだそれが集計されていなくて、それはもう完全に言い訳です。やるんだったらちゃんと、これがですね、一般の会社であれば、こういうふうに見通しが立てられて、実質こういう数値が出ているので、これは効果があることでやりましょうって言って分かる。新規でこれはやっちゃいけないとか、例えばですよ、覚醒剤売りましょうっていうのは、これももう間違いですよ。だって、完全に人間壊そうとしてるから。
完全に害悪でしかないものを進めようとしてたら、これは、もう間違ってるって言えますよ。だから会社は止める。でも国はそこら辺をちゃんと、国っていうか国土交通省も含め、環境省ももしかしたら一部噛んでるかもしれないけども、基本的にそういうところの数字が出ていないにもかかわらず、それ右習いで、国が言うから仕方がない、やりましょうなんて、そんな脳停止状態でやってるんだったらば、その人たちいらないんでしょって話。だって我々は納税者です。税金を払っている人たちが、そうやって、これはやる意味あるのかっていう意見はちゃんと言えるはずですから。だったらこれをやる意味はねえんじゃねえかっていう声があっても、何の問題もないっていうか、それを聞き入れるべきだと思っている。この税金で食っている人たちは。ですよね。そういうことですよね。使い道に、その納税していない別な部分で、お金を仕入れている。例えば、本当に国土交通省は自分たちで、物を売ったり買ったりして、その利益によってこういう取り締まりっていうのをやっているんです。だったらば、わかる。それだったらば口答えできないが、我々そういうところ絶対金払ってますよね。ガソリン税を払ってますよね。重量税払ってますよね。自動車税払ってますよね。そういった払っている税金内で何か物事をするっていうのであれば、あとは車検で言うと検査手数料払っていますよね。すべてひっくるめてですよ。そういうものを税収として捉えているんであれば、我々が払っているんだから、我々が文句言っても間違いないんですよ。だからこれは行い的にはもう間違っているというか、未然、全然、なんかもうデータが足りなくて、子供のなんかやることと一緒、なんか無実無根のものでなんか押し通そうとして、ごめん、子供って言うと子供に悪いんで、バカがやってることと一緒なんですよ。事実無根の状態でやっている。だから我々は基本的にこの不正改造者、改造取締月間の、犠牲者となっている。むしろこれ冤罪です。冤罪になっているんだと。で、そういうところを自覚して、取り組んでいただきたいと思っております。これは、これを聞いてくださっている本当に急な方のためにも、声を上げていただきたいなと思っております。本当にみんなで声を上げていかないと多分こういうのは一生治っていかないんで、本当に、長々となってしまいましたが、今回言いたかったですね、冒頭で話した通り、やっぱり証拠がないと、それは信用されないよっていうところにまとまっていくと思いますので、ぜひですね、これを周りの方にシェアしていただければなと思っております。今回はこれで以上です。グッドボタン、チャンネル登録、各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。より良い、カスタム人生を送れますように、皆さんの、カスタム人生が送れますように、祈っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。